朝食です。これ食べてみます。イワシレモンスープ。美味しそうですね。想像通り美味しいですね。レモンの風味が効いてて、魚の臭さも消えてて、これ美味しいですね。よいしょ。前回パウンドケーキを作った時に大失敗したんですよね。ベーキングパウダーじゃなくて間違ってドライイーストを入れてしまって、ドライイーストって少し放置しないと膨らまないじゃないですか。だからてっきりベーキングパウダーだと思ってやってしまったので、全然膨らまなかったっていう。少しは膨らんだんですけど、膨らみが悪かったっていう感じなんですけど、それはそれで結構美味しかったんですよね。なんか、クッキーとかサブレみたいな感じで結構美味しかったので、パウンドケーキの材料で、ベーキングパウダーとか入れなかったら、それはそれで美味しいんじゃないかと思って、今日はベーキングパウダーなしと言っても本当にないんですけど、ちょっと気になるんで、ベーキングパウダーなしで作ってみようかと思いますね。クッキーとか作るんだったら違うちゃんとした、レシピがあると思うんですけど、単純に気になるんで、今日はちょっと作ってみます。ベーキングパウダーを入れないっていうこと以外は全部パウンドケーキと同じですね。色はいい感じ。めちゃくちゃ匂いもいいし。そこそこ美味しそうですね。いい感じかも。型から出してみました。めちゃくちゃいい感じですね。すごい美味しそうです。すごい。熱々。切れ味もすごいサクッとしてて、美味しそうです。ちょっと食べてみます。美味しい。なんか完全にカリカリってわけではなくて、若干このふわふわ感も残しつつ、すごい美味しいですね。外側がカリカリで美味しいです。結構甘さ控えめですね。個人的には砂糖もう少し入れた方が美味しいかもしれないですが、好きな人はこれでも好きなんじゃないかなと思いますね。結構、なんかパン寄りですね。パン寄りな感じがします。なんかすごいあっさりしつつも程よい甘さがあってコーヒーに合いそうな感じがしますね。これはいいかもしれない。おすすめです。やっぱりこれ美味しいですね。これちょっと正解だったかもしれないです。バニラエッセンスを少し多めに入れてみたので、かなり香りがいいです。紅茶とめっちゃ合いますね。最近コーヒーはずっとネスプレッソで飲んでましたね。でも、やっぱり手でドリップしたいなと思ってきたんですよ。ネスプレッソもいいんですけど、ネスプレッソはどっちかというと、すぐに飲みたい時っていうか、ボタン一つで飲みたい時ですね。朝起きて一番で飲みたいとか、帰ってきて疲れてる時に、もうボタン一つで、コーヒー出てきたらいいなとか、あと、本当に15分ぐらいの休憩で、ちょっと飲みたいっていう時とかにネスプレッソいいんですけど、やっぱりちゃんとコーヒー飲むならドリップしたいなっていうことで、とりあえずね、豆をね、買ってこようと思ったんですけど、ちょっとめんどくさかったので、普通にセブンで、これ粉ですね、粉コーヒーなんですけど、買ってきました。オリジナルブレンド。何気に飲んだことないです、セブンのコーヒーって。粉でこれ 400g 入って、なんと600円っていう格安のコーヒーの粉なんですけど、
さて、どれくらいのクオリティ出してきてるのかっていうところですよね。まあ、セブンだからね、期待できるんですよ。あれだな、もうなんか、配分とか、忘れかけてますね。いくつだっけ？豆 90g だっけ？ 10g か。豆 10g に対して、お湯190とかだった気がするんですよね。なので、いつも、いつも、2人分1回で入れるので、コーヒー豆が 20g のお湯が280か？違うね。380か？あれ計算できねえ。380か。19×2。380ml っていう感じで。まあ、とりあえずやってみたいと思います。まあ、豆によってね、違うんですけど、久しぶりだな。手でコーヒー出るの。実家に行くとやるんですけどね。これ、豆引かなくていいっていうのは楽かもしれない。まあ、風味は劣るかもしれないけど、やっぱり、引かなくていいっていうのは楽かもしれない。あ、めっちゃいい匂い。やっぱりいくらネスプレッソを持ってもこれだけの香りが出せないんですよね。やっぱね、世界に認められるネスプレッソでもドリップコーヒーには勝てませんよ。まあ、格安の豆ですけどね、これ。よし。これでね、少し湿らせた状態で蒸らすんですよ。こうすると美味しくなります。っていうかね、このコーヒー入れ終わったこのコーヒー豆のカスを、冷蔵庫の消臭剤代わりにしてたんですよね。なので、多分ね、1ヶ月とか前の、このこのコーヒーのフィルターの残りのやつが、まあ、冷蔵庫に入ってるんで、もう消臭効果ないと思うので、またこれで冷蔵庫の消臭力も復活ということで。キムチとか入ってるんでね、消臭は結構頑張ってるんですが、このコーヒー豆のこの1回のこのカスですね。これを1段ずつ入れとくと、かなりの消臭効果あって、今までに冷蔵庫開けて、うわ、臭ってなったことはね、ほとんどないですね。4段あるのかな？冷蔵室で4段あるので、まあだいたい4つずつ、まあ交互に入れ替える感じでやってますが、そうするとだいぶ消臭効果ありますよ。あと冷凍庫も3段くらいあって、一応冷凍庫にも入れておりますけど、まあ冷凍庫のやつはまあ2週間に1回ぐらいの気づいたら交換するぐらいの頻度でやってるんですけど、だいぶ効果あるみたいです。まあこのコーヒー豆を入れなかったことがないので、入れないとどんだけ臭くなるのかっていうのはわからないんですが、入れてて臭くなったことはないので、おそらく効果はあるんじゃないかなって思いますね。どうだろう？めちゃくちゃ久々に入れてみよう。なんかちょっと薄い気がするな。大丈夫かな？まあ若干薄いかもしれないですけど、あっさりしてて美味しいです。10g に対してお湯160とか50とかでもいいかもしれないですね。だいぶこれ薄い。色からもわかる通り、だいぶ薄いですけど。さすがセブン。でもすごいコーヒー、この価格帯のコーヒー豆にしてはすごいしっかり風味出てるんじゃないかなと思います。さすがですね。コーヒーのお供は、こいつです。ルックの、なんかいろいろフルーツの味が、これ4種類の味があるチョコレート。これ美味しいですね。すごい新鮮味があって美味しいです。フルーツチョコレート。いいですね。結構好みの味です。